この動画では、新生児期から生後5ヶ月頃の赤ちゃんの発育や発達と月齢ごとの授乳の様子についてお話しします。この動画の内容は一般的な話であるため、医療機関で治療や経過観察を受けている場合は、医療機関の指示に従うようにしてください。まずは誕生から1ヶ月頃までの赤ちゃんのお話をします。この頃の発育発達は、赤ちゃんはおっぱいを吸う力も弱く、胃の容量も小さいので、授乳の回数が多いです。胃の入り口の筋肉が未熟なので、吐き戻しも多いです。たらりと垂れる程度の時もありますが、勢いよく吐くと心配されるかと思います。吐いた後の赤ちゃんの機嫌が良ければ大丈夫です。生後3日目くらいまでは、生理的体重減少といって、一時的に体重が減る時期ですが、そこから体重は増えていきます。目安として1ヶ月検診の頃には、生まれた時より1キロ程度増えます。この頃の授乳は、母乳は欲しがるときに欲しがるだけ飲ませてよいです。1日8回から12回以上になることも普通です。頻回に授乳して乳腺を刺激することで母乳の分泌を促す効果もあります。赤ちゃんが欲しがらない場合でも3時間に1回は授乳にお誘いしてください。1回の授乳は長くても30分以内で切り上げましょう。毎回授乳に長時間かかったり、おしっこの回数が少ないようであれば、母乳の分泌はどうなのか、赤ちゃんは上手に飲めているのか、病院や健康福祉センターにご相談することをお勧めします。この時期、お母さんの体は出産後の回復途中ですが、同時に育児も始まります。授乳で短時間、細切れの睡眠時間になるので、昼間も赤ちゃんと一緒に寝るようにしましょう。眠くても1日3回のお食事とおやつ、授乳のために水分も忘れずに摂るようにしましょう。家事など赤ちゃんのお世話以外のことは、家族などのサポートを得られると良いです。家事や育児の援助をしてくれるサービスもありますので、板橋区公式ホームページをご覧いただくか、健康福祉センターにご相談ください。次に、生後1ヶ月から2ヶ月頃です。この頃の発育発達は、赤ちゃんの飲む力がつき、1回に飲める量も増え、起きている時間も増えてきます。授乳したら寝るのパターンではなくなってくることもあります。あーとかうーなど声を出して機嫌よく過ごす時間もありますが、まだ一人で遊べないので抱っこをして欲しがることが多いです。授乳は新生児期より授乳回数が減ってくる頃です。授乳間隔は母乳の場合で2、3時間ごと、完全ミルクの場合は、おおよそ3時間おきになるようにミルク量を調節しましょう。夜間授乳は体重が成長曲線に沿って成長しているようであれば、時間が空いてしまっても赤ちゃんに任せてよいです。体重増加が良くないとき、授乳間隔が空かない場合は、ミルクを足してみることも検討してみましょう。次に、生後3ヶ月から4ヶ月頃のお話をします。この頃の発育発達は3ヶ月頃になると満腹中枢ができ、赤ちゃんが授乳量をコントロールし始めます。胃の入り口の筋肉がしっかりして吐き戻しも少しずつ減ってくる頃です。昼夜のリズムができ始めて、昼間は起きて
夜長く寝るようになります。動くものを目で追ったり、手やおもちゃを舐めて一人で遊ぶ時間もあります。4ヶ月時検診の頃には、体重は出生時の倍程度まで増加します。授乳は1回の授乳時間が短くなり、10分程度になることが多いです。夜間の授乳回数が減ってきます。ただし、完全母乳の場合は、夜間授乳が続くことも普通です。完全ミルクや混合栄養の場合は、1日の授乳回数が5回から8回くらい。完全母乳の場合は、1日8回前後です。授乳量を自分でコントロールするようになるため、お腹がいっぱいだったり、少し飲んで満足してしまったり、あるいは周囲の環境に気が散ってしまったりすることで、遊び飲みが始まる時期でもあります。次に生後5ヶ月頃です。この頃になると、昼夜のリズム、一日の生活のリズムがだいぶできてくることが多いです。近海授乳だと空腹が感じづらく、離乳食に影響が出てしまうことがあるので、離乳食の開始に向けて生活や授乳のリズムを整えていく必要のある時期です。授乳は新生児期のように泣いたら授乳、ぐずったら授乳するのではなく、ぐずった時にはお気に入りのおもちゃで遊んだり、歌を歌ったり、散歩に出たり、気分転換を図って3時間程度の授乳間隔が空けられるように生活の調整を心がけてみましょう。母乳のメリットには、乳幼児突然死症候群のリスクの低下、赤ちゃんを感染症から守る免疫物質が含まれていること、小児期の肥満や後の2型糖尿病の発生リスクの低下、消化が良いこと、産後の母体の回復促進などがあります。乳児期は赤ちゃんの脳と体を育てることが重要です。母乳、ミルクにかかわらず、十分な栄養を与えること、授乳の際に赤ちゃんに優しく声をかけたり、目を合わせたり、スキンシップを大切にすることで、赤ちゃんの心の安定が促されます。授乳中はスマートフォンをいじらず、できるだけ赤ちゃんとコミュニケーションをとりましょう。哺乳瓶を使ってご家族が授乳することで、家族と赤ちゃんのスキンシップやコミュニケーションの機会にもなります。令和4年度の板橋区3、4ヶ月時健康審査受診者の質問票からの集計データによると、生後1ヶ月の完全母乳の割合は 26%、生後4ヶ月での完全母乳の割合は 32% となっています。約3分の2の方は育児用ミルクを使用しながら授乳をしていることがわかります。完全母乳にこだわりすぎず、必要な時には育児用ミルクを上手に利用することも大切です。赤ちゃんにとって必要な授乳量が飲めているか確認するためには、定期的に体重測定を行うことが大切です。計測した体重は母子健康手帳に記録しておくことをお勧めします。母子健康手帳の乳児身体発育曲線ページを活用し、体重増加を確認すると良いでしょう。他にも授乳について不安なことがあれば、健康福祉センターへご相談ください。最後に、健康福祉センターの事業を紹介します。健康福祉センターでは、
新生児等産婦訪問、育児相談、出張育児相談、訪問型産後ケア事業、宿泊型産後ケア事業など、授乳をはじめ育児について相談をすることができる事業があります。事業の詳細やお申し込みについては、板橋区公式ホームページをご参照ください。その他、電話相談も可能です。ご不安、ご心配なことがありましたら、ぜひお住まいの地域を管轄する健康福祉センターへご相談ください。